こんにちは。今日は普段使うのにとてもぴったりな使いやすいサイズのバッグを作っていきます。私は今回綿の糸を使って編んでいくんですが、どんな糸でも大丈夫です。お好みの糸を使って編んでみてください。模様編みはとても簡単です。細編みだけで編んでいきます。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100% 極太。色はホワイト。40g で40メートル。使用かぎ針の目安は8号。これを今回10号で編んでいきます。8号で編んでも大丈夫です。8号で編むと少し小さめで少ししっかりめに出来上がります。あとはマーカーととじ針を使います。この糸はしっかりとしていて、太さはだいたい 2.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。まずバッグの底を作ります。底は楕円形で作ります。最初に鎖を編んで、その周りを細編みで編んでいきます。この鎖の数について、私は鎖を30個。そうすると何周か編んでいって、そこの長さはだいたい28から30センチ。その後に側面を編んでいって、出来上がりの横幅はだいたい33とか34センチ。私の場合はそれぐらいになります。この鎖の数は何個でも大丈夫です。私は鎖30で編んでいきます。鎖を編んでいきます。この最初の鎖は少しゆったりと編んでいきます。1、2、3、4、5と続けて必要な数だけ編んでいきます。鎖を編んできました。私はここから見やすいように違う色の糸を使って編んでいきます。それと見やすいように幅を小さくして作っていきます。次は1周目の細編みを編んでいきます。この鎖の両脇に細編み3つ編んでいきます。こっちで見ると、この鎖がこの部分、この鎖の両端に細編み3つ編んでいきます。この鎖に1、2、3、この端の鎖にも1、2、3、これで楕円形にします。スタートするのはここから3つのうちの2つからスタートします。で、最後にもう1つ、これで楕円形にします。まず細編みをするので、鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところに細編みをしていきます。針から1、2、普通の細編み1つ。これが1つ目の細編み。マーカーをつけておきます。次は2つ目。同じところにもう1つ。これで1つに2つ。次から1つに1つでまっすぐ編んでいきます。まず隣、次も次も、このまま端の
手前まで編んでいきます。端まで来ました。これが一番端の鎖。この鎖に細編み3つ。この部分。まず1つ目。1。次は2つ目。2つ目を編むときには、この短い糸端を向こうに。で、2つ目。次は3つ目。同じところに。で、この糸端を今度は手前に持ってきます。で、3つ目。これで1つの鎖に細編み3つ。次から1つずつでまっすぐ編んでいきます。まず3つ入れた隣。この糸端は編みくるんでいくと後で楽です。このままスタートしたところの手前まで編んでいきます。一周してスタートしたところまで戻ってきました。この端の鎖はマーカーをつけた最初の細編み、ここが入っているところが端の鎖。こっちで見ると最初に2つ編んでぐるっと編んで最後にもう一つ、この鎖がこの部分、ここにもう一つ、でここで、これで一つの鎖に細編み3つで、これでこっちも3つ、こっちも3つで楕円形になります。最初の細編みに引き抜きます。これが1つ目で引き抜きます。で、この今引き抜いた糸、ここにマーカーをつけておきます。できれば違う色のマーカー。これは細編みではなくて引き抜いた糸。次は2周目。こっちで見ると、この細編み、ここに2つ細編みをします。ここにも2つ、こっちも2つ、2つ、2つ、ぐるっと編んで最後に2つ、これで楕円形にします。まず鎖1つ、細編みをしていきます。この鎖の根元のこの細編み1、同じところに2、これで1つに2つ、次も2つ、次からまっすぐ一つに一つずつ編んでいきます。まずここ1、1で一つに一つずつ編んで、端はここには細編み3つ、このそれぞれに2つ編んでいきます。2つ、2つ、2つで最初まで戻っていきます。
スタート地点まで戻ってきました。このマーカーは引き抜いた糸につけたマーカー、細編みではないので、これが最後の細編みになります。最後の細編みに細編み2つ、ここに1、2で、ここは外して最初の細編みに引き抜きます。で、今引き抜いた糸、この針のすぐ下、引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。次は3周目。3周目はこの2つのどちらかを2つにします。今2つあるのを3つにします。1、これで細編みが1つ増えました。次もこの2つにどちらかを2つにします。こっちを1つにしてここを2つとか、細編みが増えてカーブができます。こっちも同じ、この2つのどちらかを2つにします。これはどちらでも大丈夫です。次もくるっと編んで、最後のこの2つにも1つを2つにします。これで楕円形ができます。鎖1つで細編みをします。根元、1つ目にマーカー、次の細編み、ここを2つにします。1、これで3つになりました。次のこの細編み2つにも1つ増やします。まずここには1つに1つ、次を2つにします。1、2、これでカーブができました。次から1つずつまっすぐ編んでいきます。で、この端ではこの2つ編んだところに細編み3つにします。次の2つ編んだところ、ここも細編み3つにします。次も3つ。これで細編み編んでここまで戻ってきます。3周目の終わりまで来ました。これは引き抜いた糸につけたマーカー。この手前の2つ、この2つを3つにします。こっちを1つにして、次は2つ、1、これで3つになりました。で、このマーカーは外して最初の細編みに引き抜きます。これで底が出来上がりました。で、もう一度マーカーをつけておくと便利です。次から側面を編んでいきます。まず鎖1つで、ずっと細編みをしていきます。根元に細編み、
次も全部一つに一つの細編みをしていきます。カーブのところも全部一つに一つ。こっちも一つに一つずつ。スタートしたところまで戻ってきます。側面の1周目を編んできました。このマーカーの手前が最後の細編み。最初の細編みに引き抜きます。これで側面の1周目が終わりました。次は2周目。また細編みをしていきます。まず鎖1つ。これを裏返します。で、鎖の根元、この引き抜いた糸、ここに細編みをします。これが1つ目。これからはこの向きに編んでいきます。裏を手前にして編んでいきます。で、また1つずつ。全部1つずつ1周します。で、模様はこんな感じになります。これで1周します。側面の2周目を編んできました。で、ここは引き抜いた糸、ここが最後の細編み。で、最初の細編みに引き抜きます。これで2周目が終わりました。次は3周目。鎖1つ、また裏返します。で、今引き抜いた糸、ここに細編みをしていきます。で、これが1つ目。次からも同じ。これで一周してさっきと同じ。ここまで細編みをして引き抜いて裏返して引き抜いた糸に細編みをしていきます。で、表と裏と表と裏、これを繰り返してしばらく編んでいきます。そこから数えて37周編んできました。最後は裏の細編みになっています。内側から編んでいます。長さは25センチぐらい。もう少し長くしても大丈夫です。お好みの深さにします。次はハンドルを作っていきます。で、マーカーをつけていきます。で、そこを見て整えて、この脇に大体にマーカーをつけます。で、こっちにもで、この細編みの数を数えて同じ数になるようにします。こっちとこっちを数えて同じ幅にしました。次はハンドルを作る位置にマーカーをつけます。だいたい3等分にして好みの位置にスライドします。私の場合はマーカーとマーカーの間がだいたい11センチ、脇は10センチ、こっちも10センチ、だいたいこれぐらいにマーカーをつけました。反対側も同じようにマーカーをつけます。
マーカーがつけ終わったら、糸が出ているところ、ここから続けて細編みをしていきます。鎖一つと細編み、これが一つ目。このままこのマーカーの手前まで編んでいきます。ここからスタートして一つ目のマーカーのところまで来ました。マーカーにも細編みをします。ここから鎖を編んでいきます。で、まず一つ目、この一つ目の鎖にマーカーをつけておきます。これが一つ目、マーカーをつけました。次は二つ目、三つ目、四つ目と編んでいきます。この鎖は少しゆったりと編んでいきます。このまま好みの長さになるまで編んでいきます。鎖編みを45センチ編んできました。鎖の数は52。この長さはお好みで変更しても大丈夫です。次は次のマーカーのところにつなぎます。まず鎖がねじれていないか確かめます。最後の鎖にマーカーをつけます。針を戻してマーカーのところ、こっちが鎖でこっちが長い糸で、マーカーで手前から向こう細編み、これでつながりました。ここから一つに一つの普通の細編みをします。で、反対側までここまで細編みをして、ここでもマーカーのところに細編み、鎖で細編み、最初の細編みまで戻ってきます。2本の鎖を編んでスタートしたところまで来ました。最初の細編みに引き抜きます。また細編みをしていきます。今度は同じ向きのまま、これが一つ目、次も普通の細編み、でここまで編んでいきます。鎖編みの手前まで来ました。今足元を見ると、ここに普通の細編み一つ、次は鎖の出ている細編み、次は鎖、ここから糸を出して、次はここから糸を出して一度に引き抜きます。まずここ、次はこの一つ目の鎖、マーカーをつけています。ここに針を入れて糸を出して3本、一度に引き抜いてカーブができました。今引き抜いた糸にマーカーをつけます。次から一つずつ細編みをしていきます。この
このまま一つに一つずつここまで編んでいきます。反対側の付け根まで来ました。足元を見るとマーカーをつけた最後の鎖、ここから糸を出して、次はここからこことここから糸を出して一度に引き抜きます。糸を出して次はここ、一度に引き抜きます。これでカーブができました。次から一つに一つずつ今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。で、一つに一つの細編み、このまま細編みを続けて、こっちも同じ、ここから糸を出して次はこのマーカーをつけた鎖、こことここから一度に引き抜きます。で、細編みをして、こっちもこの最後の鎖、ここから糸を出して次はここから一度に引き抜いて、ここまで編んでいきます。で、鎖の上に細編みを編んで一周してきました。最初の細編みに引き抜きます。次は引き抜き編みをしていきます。まず鎖一つ、この鎖にマーカーをつけておきます。この2本の糸の下で隣、これをかぶせます。これで引き抜き編み、次もかぶせて、次もこのままこのマーカーの手前まで編んでいきます。マーカーの手前まで来ました。マーカーのところはスキップします。まずここには今までと同じ引き抜いて、ここはスキップ、次の細編みに引き抜き編み、こんな感じになります。で、次からも同じ、全部一つに一つの引き抜き編みで、こっちまで来たらまたマーカーのところはスキップ、ここに引き抜き編み、次はここと編んでいきます。反対側も同じ、マーカーのところはスキップ、こっちも同じで、ここまで戻っていきます。スタートしたところまで引き抜き編みで一周してきました。最後は針で始末します。少し長めに残して最後の引き抜き編みから糸を抜きます。で、このマーカーをつけたところ、これは最初に編んだ鎖、この鎖の2本の糸の下で最後の引き抜き編み、上からで整えて、あとは裏に隠します。ほどけないように行ったり来たりしてしっかりと留めます。これでつながりました。で、最後にこの内側を
同じように引き抜き編みをします。ここぐらいから始めます。新しい糸、同じところ鎖一つでマーカー、隣に引き抜き編み、次はこの段の端、次はこの段の端、で次は角は編まないで、次からまた一つずつで、ここまで編んだら、ここと次はこの段の端でまた一つずつと編んで一周して、最後はさっきと同じ針で始末します。両方を編みます。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。サイズを測りました。上から下まで26、横幅33、ストラップは44センチ、使った糸の重さは 230g。 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。